こんにちは、浜田びかりです。こんにちは。私たちは24歳で会社を辞めて今旅をしているカップルなんですけれども、今回インスタグラムとか、SNS とかで結構コメントが多かった実際荷物ってどんなもの持ってってるのとか、初心者でどんなもの持ってるんですかとか、そういったちょっとものにお答えしようと思って今日この動画を撮ろうかなと思います。題して荷物紹介。実際今私たちこの、バックパックっていうんですかね、バックパックですね。そうだねっていうのを持って日本全国旅している形になるんですけど、じゃあ最初から荷物全部分かっていってたかとか、そう言われるとね、ほんと初心者なんで何も分からず来てる状態なんですけど、お金もないし知見もない旅初心者の私たちが何をこの大きなリュックに詰めているのかっていうのを今日は全て紹介させていただきます。全て。ちょめちょめまで紹介します。それ楽しみにしてください。はい、じゃあ早速リュウジ君の持ち物紹介です。はい、お願いします。まず僕はこのでっかいリュックと、この無印のちっちゃいポーチ、ショルダーバッグで2台体制でやってます。でまずこのでかい方から紹介します。でかいね。まずはリュック紹介をしますかね。このでかいリュック、こいつは中国の通販サイトのTemuっていうちょっと怪しげなサイトで3000円ぐらいで購入しました。安いよね。安い、安いけど結構丈夫だし、2ヶ月で今試してて、全く壊れてない。これめっちゃいいポイント。で普通壊れる気配も今んとこないのはいいね。あと収納がもう本当にすごいいっぱいある。めっちゃあるし、俺の好きなポイントは持つ場所がいっぱいある。こうほんとね、こうとか、で今見えるようにこいつを取ると手下げ隠れてボストンバッグとしても利用できる。これはリンクに貼っとくか。そうだね。いいね。いいね。で、中身を紹介します。ざっくり中身は衣類とガジェット系と化粧品系っていうか、スキンケアだね。スキンケア系、日用品だ。そう、日用品とその他、4項目で一応分けて紹介します。まず衣類。衣類はですね、まずこちら。これにはね、下着と靴下が入ってます。多分4セットずつぐらいかな。パンツ4枚、靴下4セットって感じですね。でこれ100均の収納ポーチ、結構便利なんで、これおすすめです。いいね。で次、これは服ですね。服系がこの100均の収納ケースが2つあって、ここに全部夏服も冬服も入ってるっていう感じですね。コンパクトだね。はい。で軽く中を紹介します。100均のそれいいな。これはかなりいいね。めっちゃ入る。めっちゃ入ってるな。めっちゃ入る。まずノースリーブ。これは沖縄とか行ったら着れるかなと思って。でユニクロ UT シャツ。ここ超愛用。さっきのユニクロ UT シャツが黒も白と黒2枚。あと高校のユニフォーム、サッカー部の27番でしたね。これは、僕らウーフとかワークアウェイを使って旅してるんですけど、それで農作業をすることが多いんで、作業用の T シャツとしてめっちゃ使ってます。あとパタゴニアのロン T、これもなかなか便利だね。かわいいな。でこれはユニクロ U ユニクロの白 T、ヒートテックの白 T だから、ちょっとあったかいです。いいね。そう。あと今着てるこれ黒のロン T、これもユニクロ。ユニクロで。でこっちは、エアリズムのユニクロ T シャツ。それのこれは涼しい。だから T シャツは長袖が4枚、半袖2枚、ノースリーブ1枚っていう感じです。で、あとこれヒートテック、ユニクロのと、あと同じようなもんばっかり。だいたい白く。これはエアリズム、ユニクロのインナーウェア、肌着みたいな感じで着てますね。でこれもユニクロエアリズム。続いて半袖版。あと、ズボンがまず水陸両用のこちらもユニクロ。素晴らしい。であとパタゴニアの水陸両用パンツ。短パンは2枚しか持ってないし、両方とも水陸両用。であと長ズボン
これは GU かな。あ、そうなん。そうあとこれがニューバランスのジャージみたいな感じかな。うん。あ、T シャツもだった。お、これね、サッカーめっちゃ好きやん。うん。これはなんか、作業用でも使えるし、旅先で外国人とかと出会った時あなんか盛り上がるかなと思ってー、確かに。持ってきたっていうのもある。うん。ただちょうど旅出発した時がサッカーの大会やってて、うんアジアカップなんか見る機会あるかなと思ってまあ一応これ持ってまあ、いつかね、観戦行きたいですね。で、あとこのズボン、今入ってるやつ、おう。これもユニクロのジョガーパンツか。これめっちゃこの薄い、あ、薄いんだ。うん乾きやすいってこと？乾きやすい、超動きやすいのうん。が1着と、あとこれさっきオープニングでとかで着てたうん。このジャージ、サッカー少年出ました。これ父親のお下がりです、うん、可愛いよね。古着かな。うん。であとさらにここのさっきから紹介したくるくるにうん。こちらヘリーハンセン。ヘリーハンセンの、マウンテンパーカー。おう。はい、最強よね、これ。冬も着れるしギリギリ、うん。それ以外の季節は多分もうほぼこれを使って移動とかするから、うんうん。これは最強。撥水だし、買った方がいいね。撥水系のはね。最後じゃないんですね。まだあはい。ります、嘘つかないでください。これ出た。ユニクロのウルトラライトダウン。これも重宝してる。うん。めちゃくちゃ役立った。役立った？これはね、ベストうんうん。ベストです。いいダウンね。ベスト。うんこれは本当に必須だね。うん。何より小さくなるしね。そうこのコンパクトさよ。うんうん、素晴らしい。これ考えてると本当すごいと思う。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、タオルか。うんうん。タオルは圧縮袋に入れてる。まあめっちゃ昔の話。これは100均で買ったなんか速乾性タオル。うんとあとバスタオル、ちょっと厚手のバスタオル。うん。サイズはこれくらいのバスタオルが、うん1個持ってます。今ちょっと濡れてるのでうん。乾かしてます。はい。で最後、これがダウンですね。アウタうんーうん冬用の。うん。これもユニクロのルートライトダウンで、これもね、ほら出た。これで入ってめちゃくちゃコンパクトになります。ねだからもう夏もあんまりかさばらずにえ。うん。入ります、リュックに。でさらに衣類がありまして、最後じゃなくてこれやっけ。やっけ。みんなわかるかな？撥水の作業用の服ってこと、うんやっけ。うんこれはね、後から買い足したんですけど、うん。ワークマンでなんとなんと400円。激安。超安い。ね農作業とかする人はえ。うん。必須だね。だね。もうレインコートの代わりそれでいいと思うけどね。確かに。で最後と言いつつまだ何度も最後を繰り返してますがカッパ、雨具。これもね。これも作業用の服としても使えるし、うんこれもあった方がいいかな。うん上下のカッパ、これは。うんうん。でこれもコンパクトになるしそれいいな。いい。で服は本当にもうこれが最後かな。うんこんな感じですね。うん割とコンパクトかな。てかまあ追加で旅するように買った服っていうのはほとんどなくて、うんもう持ってるもんだけで着たって感じです。うん。衣服はそんな感じですか？はい、衣服はそんな感じです。ほい。で、もう一つちょっと衣類みたいな感じで紹介したいのが靴ですね。うんこのリュック、靴もここに靴入れみたいなのがついてます。うん。便利だよね。はい、便利です。まずこれ。これはまあランニングシューズ。ナイキの。一応普段なんかアディダスの白いスニーカーを履いてるんですけど、それとは別に汚れてもいい靴って感じで、うんランニングシューズ持ってます。で、あとこれ、B さん。うん。バンズの B さんも。これがね、役に立つね。夏とかね、うん使えるし。で、これはね、農作業用の靴の上から履く長靴みたいな感じ。うんレインシューズカバーみたいうんうんうん。な感じで、まあ、農作業とか、雨の日に歩く時とかには結構使えるかなと思います。で、まあ、全部まあ、Amazon とかで売ってるものとかは、リンクを載せとくんで、うんこれも Amazon に売ってるんで、まあ、気になる人は見てください。じゃあ次、うん。ガジェット類。まず、パソコン。お MacBook。これは動画編集用ですね。うんで、あと、まあ、基本的にガジェット全部これにまとめてます。うんまず Mac の充電器、うん iPhone の充電器、うん。マウス。おこれいらなかったか。
あとね、これ音付け SSD あサンディスクの、買ったね。動画編集とかの動画のデータを入れるのに、役立ってますね。この Mac が 256GB だからちょっと少ない。だからこれに入れて1テラ。あとこれ GoPro。あ、そっか。なんか一応持ってきた。GoPro とこのバッテリー。なんか海とか潜るかなと思って持ってきましたね、GoPro は。そっか、防水か。はい。あとなんかコード類、今撮ってるカメラ、そのコードとか、オズモさんの充電器とかね、そう、オズモポケット3のコードとか、あとこれも GoPro の充電器とかが入ってます、ガジェット類。で、あとガジェット類は、この無印のポーチの中にもちょっと入ってて、この iPhone、急速充電かな、これは。アンカー。そう、あと AirPods。あとこれが、そのオズモポケット3のケース、100均で買いました。これ便利よね。意外と便利。で、モバイルバッテリー。ガジェット類はそんな感じです。で、次、メンズケア。眠い。メンズケアじゃない、何？スキンケアか。日用品系。日用品系を紹介します。まず、歯ブラシ、ゼロガンと下痢止め。これが風邪薬。パブロンと花粉症の薬。ドリップ、マルチビタミン。ビタミン大事。洗剤。一応ウーフとかワークアウェイで洗濯機を使わせてもらえるし、洗剤も使わせてもらえるけど、ホテルとかだね。そう、ホテルとかの時はお金かかるから、こういうちっちゃいやつがあるとすごい便利です。フロス、全身用のシャンプー、ひげ剃り用のジェル、洗顔、はい、はとむぎさん。で、あとこれが無印の全身泡シャンプーってやつを詰め替えたのが4本入ってます。結構入ってる。これ重いね。あとこれ歯磨き粉、水のいらないシャンプー。これ結構使えるよね。だから女性とかはなんか、冬とかで寒くて、風呂入りたくない時とか、髪洗いたくないなって時とかには使っていいかもしれない。使える。カコント、これめっちゃ良かったよ、持ってきて。カコント大事です。ほんとね、体調大事だね。体調大事。あとこれ、ひげ剃りとかなんか詰め替え、詰め替え、替え刃、あとボールペン、カミソリ、ボディシェーバー、眉毛カット、大事。毛抜き、爪切り、電動の眉毛カット。これ使ってるね。これは結構使える。あとね、このちっちゃい方に頬周り。俺のスキンケアはほぼこれ。すべてこれ。これ1本。これ1本。化粧水、乳液いらず。これだけです。これのみです。って感じかな。で、最後、その他の荷物を紹介します。こちら。バックパッカーといえばですよ。スケッチブック。ヒッチハイク用。ですね。動画でよく出てきます、これは。あとは、洗濯ネットとか。洗濯ネットは絶対あった方がいい。あとはね、本。これは途中で買いました。本読みたくなったんで。あと、帽子。あと、この水筒。これめっちゃおすすめ。これいいね。これなんと、開けるとストロー。でステンレス。だから、冷たいし、洗いやすい。めっちゃ。意外とこうやってやる作業ってめんどくさい。このままこうやってできるといいよ。のは超いい。ホワイトモスク。いい匂い。これはボディミストって言うらしい。髪とかもつけれる。あとはちっちゃい方のリュックにサングラスとか。無印の紙のハンドソープ。便利だよね、これは。あとこれも無印の警備用消毒ジェル。そんな感じです。これが全て。ほぼ衣類だね、やっぱね。そうだね。以上です。お疲れ様でした。じゃあ続いて、女性バックパッカー、ひかりさんの荷物紹介です。どうも、お願いします。私のバッグ、リュックから説明すると、こちらもリュウジ君のおすすめで、ディームで購入しました90リットルのバックパックです。で、結構私90リットル ?90 リットルめっちゃでかい。で、これ的に良かったのは、やっぱり90リットルまであると、女の人って荷物めちゃくちゃ多いと思うんですけど、ある程度余裕を持って荷物を積み込めるっていうのは良かったポイントかなと思います。で、結構、ポケットとかも、横に2つと、靴用のものと、下にこういう、ペペってね、入れられるものとか、あとはここね、めっちゃいい。上のモコってなる部分のところも、
入るようになってるので、細かいものを入れるにも結構十分なリュックかなと思います。ただ私的にマイナスポイントは結構荷物を詰め込むからこそ壊れやすくて、ここがもうボロボロになってます。本当だね。ただこれは私の扱い方の問題もあります。でいくらだろう、3、4千円くらいかな、多分買ったので、まあ初心者には全然これで十分なんじゃないかなと思ってます。背負い心地はいいです。はい。僕的な面白ポイント、このめっちゃアークテリクスみたいに見えるんだけど、何これ？シンシンロン。これ何？骸骨が刀持ってんだよ。あ、そうか。あ、斧か。まあよくわからないっていうのが結構面白いなと思った。面白いにゃーって思った。じゃあ早速中身を紹介していきます。で結構いつも詰めてるんですけど、こう綺麗に入りきらなかった分はこっちに今ある状態なので、まあ一種から紹介しようかなと思います。私は基本的にもう圧縮袋の使い手なんですよ。もう100均で圧縮袋を買い、とにかく小さくして、この90リットルにいかに服を詰め込むかという精神でやっております。まあ大体中身、衣服はこんな感じかな。でリュックの8割はもう前提衣服、もう服類です。はい。じゃあ早速やっていきます。でこれは、さっきリュウジも話した通り、私たちはウーフっていう、まあ、農家さんに行くことが結構多いので、こういうトレーナー、まあ汚れてもいい服っていうのがだいたい 1,2 着くらいズボンと上でそれぞれあるかなと思います。でこれ買ってよかったなって思ってるのが GU とコカみたいなちょっと安いけど可愛いみたいな、まあ、ブランドがあって、そこは、まあ、農作業用の服でも、まあ、ちょっとテンション上がりながらできるし、個人的には、まあ、すごい買ってよかったなと思ってます。女の子はトレーナー1枚は絶対あった方がいいと思う。中にも着れるし、結構便利です。で、あとはまあ靴下、ヒートテック類。で私は1個後悔したのがあって、靴下結構短いのばっか持ってきてたんですけど、長い方がいい靴下っていうのも、まあ、長靴履くっていう、まあ、農家さんならではのこともあるんですけど、まあ、靴ずれとかもしないし、長時間歩いても損がない、長くて損なことはあんまりないなって思うので、ちょっと長い方が、まあ、個人的にはおすすめかな。こういうこんな感じのとかで、白はちょっと汚れやすいんでおすすめしないんですけどそうだね、まあちょい長いっていうのがおすすめ。でヒートテックは 3,4 着持ってきてて、冬スタートだったので最低2着は絶対持ってきた方がいいかなっていうくらい、まあ私体が冷えやすいんで持ってきて後悔はなかったです。ただ多分夏になったら荷物になるから、まあ 1,2 着でいいかなっていう感じです。で服ニットだいたい3着くらいと、まあ、全部タートルネックと、あとまあパンツ、カーゴパンツに1個薄手のスカート、で、まあ、それこそまあ観光用とか、それこそ YouTube、まあ、撮るし何個か持ってこうみたいな感じでちょっと持ってきすぎちゃったかなっていう私的には印象だったんで、まあ、この GU とかで売ってる薄手のとかをみんなはこう 1,2 枚とか持ってくるとかさばらないし、まあ、最悪このトレーナーの下とかに来て厚着しながら農作業とか、それこそ、まあ、旅中とかもねあったかい感じでできると思うんで、タートルネック薄手は結構おすすめです。でまあカーゴパンツは動きやすいし 1,2 着あるといいと思います。あとは夏服、これね、ユニクロの UV カットパーカー、これめっちゃいい。本当にこれ農作業っていうよりもやっぱ旅とかしてると海行く時とか、まあ、山行く時とか何かしらあると思うんですけど、さらっと羽織れるし、女の子日焼け大敵だと思うんで、これは UV カットもできるし、1着持っとくと何かしら使えるかなと思います。でこれもユニクロ。お、ちっちゃ子供用マジで持ってきた子供用。でこれまあちっこいな、へそ出し系になっちゃうんですけど、コンパクトこれのいいところはコンパクト。いいねそれ。てかこんななるんだよ。だって確かに靴下みたいになるんで、これはまあ持ってきていいと思います。まああとはそんな感じでタンクトップと、まあカップ付きのこういうインナーとか持ってると下着の枚数も減っていいかなっていう感じに。で個人的に持ってきてよかったのはこのレギンス、スパッツなんですけど、足元がやっぱ冷えることが多
旅とかしてると多くて、電車とか乗ってるとか車乗ってるとか、こういうカーゴパンツの下にこういうの履いてるとやっぱ冷えとかなくなってすごいいいんで、12着は持ってくると便利かなと思います。私的なポイントはそんな感じです。あとはビキニ。いつでも海に行けるぞっていう一回も使ってません。まあね。いつか皆さんにその動画がお届けすることを祈っております。であとはちょっといらなかったなっていう感じの T シャツとかもあるんですけど、そんなものもあります。いらなかった衣類ね。いらなかった衣類、長袖？半袖の T シャツと長ズボンが1個、こうなんていうんだろう、スウェット生地の長ズボン。いらなかった理由としては、まだ夏が来てないからっていうのは半袖の理由なんだけど、あと長ズボンのは私が結構持ってきちゃってたから、そんなにいらなかったかなっていう、多分4本くらいは持ってきてるから、2本くらいでよかったかなって。パジャマ系のズボンになっちゃうんですけど、であとはこの上下のパジャマ、こういう薄手のパジャマは1個あるとすごいいいかなと思います。そして何より大事、ウルトラライト大型が出てるわ。ユニクロのウルトラライトダウンか。もうこれはもう絶対買った方がいい。そうね。夏になってもこのサイズ、それは変わりません。あとはリュウジと割と一緒かな。こういうヤッケっていう、汚れてもいい服、400円で上下売ってるから、これはいいと思うし、なんかヤッケのこれ撥水なんですけど、防水バージョンのがワークマンに売ってて、それはもうカッパとか買うよりも多分安いし、結構ワークマンだから丈夫だし、おすすめかなと思います。ちなみにこういう農業用のもワークマン売ってるんで、そういうの気になる方はぜひ行ってください。激安です。あと下着とかはだいたい4セットくらい持ってきたかな。4、5セットで、もちろん生理用のものとかも多分持ってきて、4セットとその生理用品系で2着別で持ってきてるくらいなんで、そこはかさばると思うんだけど、4着と2つくらいは持ってきておいた方がいいかなって思いました。洗濯のサイクルにもよるんですけど、私は持ってきてよかったなと思います。で最後に衣服じゃないんですけど、靴は、ブーツを普段使いで履いてて、あと靴もワークマンで買ったのがスニーカーか、あるんですけど、私は2着でやってます。スニーカーブーツがあれば別にね、後から衣服は買い足せるんで、100均で B さんでも何でもいいかなっていうことで、そんな感じで衣服は終わりです。続いてはまずスキンケア系からやっていこうと思います。でこれに今全部入れてるんですけど、こういうポーチも私はティームで買いました。でもこれおすすめしないです。壊れるんで100均で買ってください。でパック、これもう愛用。こういうパックは買った方がいい。もうパックしてすぐ終わるんで、私的にはおすすめです。であとは鏡ね、絶対持ってった方がいいと思います。ホテルとかにあってもゲストハウスとかだと共有スペースでなかったりするんで、鏡ちっちゃいのは1個あった方がいいかなっていう感じで、あとはもうもろもろ1回出すんですけど、こういう、ヘアオイル、化粧落とし、ちょっとこれ家にあったお高いやつなんですけど、私はお金を払ってないです。スプレーとかこの前カットとか、そんなもんですね、これは。でクレンジングに関しては旅してて一番良かったのはもう無印のクレンジング、こういうのが390円で売ってるんで、もうそれを買ったら持ち運びやすいし結構落ちるし、個人的にはおすすめです。これは一応800円くらいだったんですけど、ジェル好きな人はこっちでもいいかもしれない。でスプレータイプ、日焼け止めか。日焼け止め。私たちと全く同じような旅をする人、要はなんかウーフとか行きたいよみたいな子はこうスプレータイプの方が手が汚れてる時でも使えるんで、個人的にはこっちの方がおすすめで、そうオイルを買う時も全身使えるやつを買うのがおすすめです。なんでホホバオイルとかもね、リュウジが使ってたやつもいいと思います。そんな感じ。であと化粧水は今ここに置いてないんですけど、白潤みたいなやつ使ってて、あれは安いけどブランド品と同じ効果があるとのことなのでおすすめです。であとはこのもろもろなね、薬はもう絶対もう女の子はもう持つでしょっていう感じのイブさんで、あとは絆創膏とか、こういうやつですね。こんな感じの日用品があとはありますと。で化粧品はこんな感じで持ち運んでます。
めっちゃ汚いんだけどごめんなさい。大体化粧下地とかほんと一式持ってて、足りなくなったものは薬局とかでほとんど補充してるかなっていう感じ、でなんか使ってるのが気になるとかがあればコメントというかしてくれたら全部答えますはい、はい。でコテを持ってるのね。コテはもちろん持ってますドライヤーは基本的にホストさんのお家にあるんで持ち歩かないんですけど、ホテルとかもね旅してる人はあると思うんですけど、コテはないんで私は持ち歩いてます。これはあとはもうタオル、これはお風呂セットで、これおすすめ。櫛ね。あとめっちゃくちゃくちゃだけどスティームでこういうなんか紙ゴムほんと100個セットみたいなのが売ってるんですよ。でこういうの買っとくと紙ゴムってしょっちゅうなくなるじゃないですか。何個でもあるんで買っといた方がいいです。あと花粉症、風邪をひいた時用のマスクって感じかな。はい。で個人的にめっちゃ買ってよかったのはもうこれ無印の抗菌スプレー。これ元値1200円くらいなんだけど、多分どこの無印でもなんか売れなかったのか400円くらいで売ってるんですよ。中光植え替えは200円くらいで売ってるので、確かによかったね、持ってきて。これは本当よかった。結構もうお布団とかね、何でもかけて使ってます。そんなもんかな。あと1個あった。この袋、それこそ生理用品とか、入れる用の袋になってるんですけど、だいたい薬局とかで売ってます。旅してる時とかホテルでみんな暮らすとかなったらあんまりいらないかもしれないんですけど、それこそなんかちょっと外で泊まる機会があるとかあったらこれほんと何でも使えるんで、女の子は黒い袋は1個持っといた方が何でも使える袋としていいんじゃないかなと思います。じゃあ最後にちょっとその他系でお話をすると、トートバッグ、これは持ってきてよかったなと思います。理由としてはコインランドリーとかそれこそ行く時とか、ちょっと水筒とかね入れて持ち運ぶ時に、バックパッカーの人って結構荷物最小限だからちっちゃいものしか多分持ってかないと思うんですけど、何でも入るものを持っておくと結構買い物とかも楽だし便利になるので、エコバッグはちっちゃくなるから1個持ってくといいと思います。あとは3コインズで買った水筒、これめっちゃいい。3コインズだけど1100円そうあったんだけど、安いけど外とか火の近くとか割と置いといても中はもうキンキンに冷たいんで、めちゃくちゃおすすめです。あとは洗濯ネット、もうこれは女子は絶対マストで持っててくださいあと私はちょっとリモートで仕事してるのでパソコンも持ってます。で100均でこういうなんか連絡帳とかよく入れてたケースがあるんで、これはいいなと思ってこれに入れてます。あとこれはパタゴニアの、いつもの手荷物バッグなんですけど、基本的に入ってるのは本当一般的なお財布と、あとは本当お財布、ボールペン、必需品系のものなんで、あんまりここはみんなと一緒なんで変わらないかなと思います。なんか多分見てる人からしたら、めちゃくちゃ重くねって思うと思うんだけど、その辺はどうですか？重いです重いです。何キロあるんだろう。やばい。だってね、めっちゃ重いよね。そう、絶対重いんできついんですけど夏になったら減るかなって今は冬だから仕方ないと思って背負ってますね。でも重すぎてほんとなんかもう途中切れそうになったりするんですけど、どっち重すぎて逆切れ状態になるんですけど、そんな凝ってても仕方がないので背負って頑張ってます。だからなるべく歩かないようにっていうバックパッカーのくせになるべく歩かないようにそんな感じかな。でスキンケア系とかはとにかく、オールインワンとかこういう余量のマスクとかもそうだけど、ちっちゃくしてただなるべくいいものを使おうみたいな感じなので、なんか気になることあったら聞いてください。じゃあ以上で超初心者の荷物紹介が終了となります。多分ちょっと説明が至らない点とか、このグッズってどこで買えるのとか思う方もいらっしゃると思うんで、そういうのがあったらぜひチャンネル登録してコメントしてもらって、私たちがそれに答えられればと思います。でリンクとかなんか商品これだよって分かるものはなるべく動画の中にね貼れたらとも思ってるので、ぜひそれを参考にしすぎず参考にだって日本語参考にしつつやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ今日は荷物紹介
以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。